今日はボサボサでした。今日は何のすね肉だっけ？この鹿児島県国産和牛すね肉、ラッキーなお肉をビーフシチューにしようと思います。まず火をつけてフライパンにこれでいいかな。火をちょっとあったかくなるまで温めて、ストックしてある冷凍のバターを入れます。だいたいこのくらいで、そしたらこれをこうメリメリっと剥がしてバター溶けてきたからで、こうやってちょっと火が強いからで溶かします。で、めんどくさいからこうやってブスブスこうやってガガガガいっぱいなんで穴開けんフォークで突き刺すのって言われると分かんないけど、なんか癖です。でこれで表面焼いていきます。別に特別なことはしてないんだけど、で玉ねぎと人参、これですよね。で人参ちょっと悪くなってきたやつ安かったから買ったでしょ。どうせ煮込むから。でじゃがいもの皮むきもしなきゃいけないから、ちょっとめんどくさいだけど美味しく作りたいので、ゆっくり焼いていきます。本当になんてことないんだけど、こんな感じ焼いてます。焼いて火はから火消して火をよけときます。そしたら余ってた玉ねぎとか皮むいて、人参もピーラーでむいて、これも皮むいて、じゃがいもむく感じ。あれ包丁これホットクック持ってる人はカレーモードで作るとあっという間にできます。だけどルクルーゼをフランスから納品があったので、フランスから納品があったってちょっとテーブル汚いね。すいません。納品があったけど同じものが出せないな。このジュフフランスで赤買ってきました。これに煮ます。エンゾマリでもいいけど、いつものそれで汚くてすみません。でここでグツグツしてきます。もうこれ取れてんの？取れてんだ。じゃあこれ切ってじゃんじゃんこのデュフにガンガンに入れてきます。私の料理はいつもそんなに特別なものってないんだよな。
込む時はローリエ入れて、で乱切りの方が美味しそう。輪切りとかするとなんか手についちゃってね。で娘が人参大きいの嫌いなので、こんな感じでガッガッと。人参はもう腐りかけてたから、先端が黒くなってきちゃってたから食べちゃうね。多すぎるとまたクレームが入るので、あとはキャロットラペにします。で玉ねぎは多い方が甘くて娘好きなので、娘のためにも、あとかさ増しにもなるんだよね。玉ねぎ多めでいきます。こんなん1日で食べたらもったいないから 2,3 日これでしのぐ感じです。ビーフシチューやっぱりね、この時代 2,3 日かけて食べるのがいいんじゃない？で細かく切ります。細かく切ると煮込んだらグデグデになっちゃって、ブニョブニョになっちゃってあんま好きじゃないので、お好みで皆さんブニョブニョが好きな方は細かく切ってでさっきのこのお肉見えます？よく焼けてるでしょ。これを入れるんです。でも玉ねぎも剥かなきゃねっつって、ピーラー売ってんのになんで包丁で切ってんのって言われると、ピーラーはねじゃがいもを剥くもんじゃないんですよ。私の中でじゃがいもは包丁でこうやってくる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 って切っていくのがもう定番。なんかね、私下手なんですよね、ピーラー。みんなピーラー苦手な方、ほら私みたいにこうやってタク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 タってこうやって切った方が楽じゃない？ごめんなさい、眼鏡かけてて見えないんですけどね。眼鏡かけろやってね。かけるか。かけよう。見えないね。はい、装着。で、そしたらね、こうやって剥いたら、老眼で今度遠くしないと見えないっていう。遠くにしてこうやって、遠くにしてこうやって見ると。で、老眼鏡いちいち出してくるとダブルメガネになっちゃうから、こんな感じですかね。はい。そしたらこれね、じゃがいもでかく半分です。こんな感じ。ホットクックだったらもう1個入れちゃいましょう。丸々1個。じゃないとホットクックグデグデになっちゃって、カレーでも何でももうじゃがいもないじゃんみたいになっちゃう。それが好きな人はいいけど、ホットクックの悪いとこは火が通り過ぎるとこ。昨日の大根と手羽に煮たのだって、もう本当にね、もうなんて言っていいかわかんないぐらいグデグデのおでんが好きですっていう人はホットクックぜひ買った方がいいですよ。でもね、私いらないと思います。いやホットクックはいるんだけど、煮込みすぎるから結局。じゃあ何が得意そうだな。軽く煮るものだから、いつもかぼちゃの煮物でなんか、これは目は大丈夫かな。大丈夫。そしたらこうやって切ってざっと入れて、どうでもいい話なんですけど、最初に目を取るっていう人もいません？こうやって目のところ見つけてからつるつるつるっと、目見っけみたいな、あったやったって、その後こうくるくる、見えてなかったですか？その後くるくるってね。どっち派ですか？私その日派です。その日によって変えちゃう派。じゃがいもが冷蔵庫に入ってるとなんか安心しません？なんかね、ベーコンと一緒に炒めてもいいし、玉ねぎと炒めてオムレツとかね、こんな感じ。じゃがいも剥きながら思うこと。受験勉強をしている子供をお持ちの皆さん、勉強している時何してますか？本当に静かにしてなくちゃいけないし、何してんのみんな。ちょっとお肉切りますね。どうやって静かにしていいのか分かんなくて、
ここにある汁肉汁はお鍋に入れます。でこれを切ります。私が映っちゃってる。失礼。これでどうですか？映ってます？映ってるかな？映ってますね。電気つけた方がいいかな。電気つけました。つけた方が見える？いや、暗いよな。こっちがいいじゃん。どうでしょうか？どっちも暗いね。いいや。これね、私お肉触るの好きじゃないんです。あんまりむやみやたらに。なのでこうカットして、こういうのでトングで。いい肉っぽいな。やっぱり4頭牛だって、鹿児島の。最高なんだよ。このままいっても美味しいのかな。でもそういうことしないです。で、そしたらさっきじゃがいも、玉ねぎ、にんじん入れたここに入れてきます。なんか美味しそうじゃない？お肉だけでも。大関いいの？こんなにいいお肉安くして、私が美味しくいただいちゃうんですけど。でそしたらブルターニュ、私の彼のいるブルターニュのローリエ、これを2枚くらい入れて、それでただ煮るっていうね。でその時にさっきのこのお肉を焼いたフライパンの汚れっていうか、汚れこのほらうまみがここについてるから、これをこうしてこう入れるわけです。こそげ落としてね、うまみ逃さないから。でだいたいこのひたひたっていう量ですね。ひたひた見えますか？ひたひたの量で、これで火をつけます。中火かな。開けてきたら弱火かな。かっこつけてちゃんとこうして、これルクルーゼデューフ、かっこいいでしょ。これで50分、だいたい50分かな、煮ます。でその間にこの残ったこれでキャロットラペでも作ります。ではちょっと分けたので、グツグツしてるでしょ。そしたらめんどくさいけど、こういうお玉よりこういう、私アンティーク使ってますけど、ヴィンテージかな、フランスで買ってきたこういうヴィンテージのちっちゃいお玉じゃないね、スープの時に添えるやつ。セットで買うと1個ぐらい入ってるんですよ。これをこれでアク取ります。このひと手間はね絶対必要。めんどくさいんだけどね。私はこの50分間の間はフランス語のお勉強、休みの日は毎日やってるんだけど、でも全然上達しないですよ、2年やっても。ね、語学ってすぐに効果出ないからイラつくんだよね。なんでだよって毎回思う。なんか魔法とかあればいい。英語が急に喋れる。だからそういう教材が売れて詐欺師が増えるんだけど、できないですね。はい、これでもうちょっと待ちます。でちょっと強かったから火が最弱火、6弱火します。さて煮えたみたいなので、私映っちゃってるし、これでやってる。こんな感じ。今ふつふつしてますね。これふつふつ。そしたらば火消さないでどんなかなって見ます。そしたらこんな感じ。うまそう。お肉があんまり入ってないけど、パプリ
からね、牛肉、筋肉だから。じゃがいもの状態を見て、いいね。ちょっとボロボロになっちゃうともう良くないので、そしたらこのくらい煮ました。そしたらばこれ一番安かったから大関で一旦火を消すのかな、こういうのってね。一旦火を消して、私こういうのも信じないんで、なんかこうだいたいこんな感じで入れて、金属のレードルでやるとルクルゼホーローだから傷ついちゃうので、こういう樹脂のもので混ぜます。こうやって煮込み料理大好きだからね。私長野に住んでた時は薪ストーブに常にこのセロリ入れたりねして、薪ストーブの上でいつも調理してましたんです。洗わなきゃね。そう今見てシミできちゃった。エプロンしないんです私。エプロン売っといてなんですよ。このエプロンもねなかなか人気がないんですよ。ピンクのエプロン可愛いからぜひ買ってくださいっていうのもあれだけど、するならあれが可愛いですよ。私いつもあの生地が好きで買って、こういう時はね、じゃーん、湯浅さんのスプーンいいでしょう。ついめっちゃ薄い。薄いとテンション下がるんで、濃いとさ、濃くてもいけない。でも結構ビーフシチューってコストかかるよな。だから年一ぐらいしかやんないです。カレーもうちは人気がないから。スパイスカレーってものがうちの娘が食べれないんだよな。自分では作って食べるんだけど、それはね簡単だからお昼にちゃちゃっと作ったりするけど、この前大阪で作ったんだ、お友達の家で。全部入れちゃえ。ちょっと多かったかな。これね、ちょっと煮て状況を見ましょう。よく溶かして、煮込み料理ができる季節にやっとなりました。料理が好きだから夏ってね楽しくないんだよね。だいたい混ざってきたから火をもう一回つけます。ごく弱火。なんで薄いんだろうな。何入れよう。でトマトとか入れちゃうとハヤシライスになっちゃうし、ちょっと検討中。
構どうでもいいかもしれません。あ、ちょっと暗いかな。こっちの方がいいかな。古豪のおすすめ。なんて、古豪のおすすめは縦の方がいい。また古豪のおすすめ。ブツブツしてます。こんな感じ。なんかいい感じに見えてないか。こんな感じ。とろーりしてきました。だいぶじゃがいもが忘れちゃったけど、お肉もほら美味しそう。さてできましたので器によそいましょう。ちょっと味が薄いからお塩をひとつまみと入れましょう。でそこについたのを剥がす感じでグリグリして食べます。美味しそうにできました。今日はモロッコの器にしました。どうでしょうか。よいしょ。こんな感じ。このイエンセンのパンで食べます。ちょっと焼いてきます。さていただきましょう。こちらはドイツのアンティークかヴィンテージかわかんないけどのフォークじゃないスプーン。もうね朝からフランス語やっててね、何の言葉か出ない。言語障害なんで基本的に私。語順もちょっとおかしいでしょう。で、いただきます。これ美味しい。フォークとナイフ持ってこなきゃ。あれつながってる。これ今録画してるしてるね。これはいつもの日本のキヨで扱ってるフォーク。こちらはドミノね、アンティークドミノで、これはフランスのスーパーで売ってるオピニエルのナイフ。こうやって男性好きそうじゃない。パーッつってぐるっと回して固定する感じで、これでお肉切って食べるんですが、ちょっとスプーン邪魔だね。硬くなっちゃったかな。いや、いい雰囲気。硬い。何がいけなかったんだろう。すごい噛み応えがある感じ。これ娘に怒られそう。硬いんだけど。本当だ。筋肉ってもっと煮なきゃダメなのかな。結構しっかりしちゃって。せっかく作ったのにすいません。赤ワイン入れた方が良かったかな。やっちまいました。ちょっと肉残念なことしてしまいました。失敗もあります。では一人で黙々食べます。こんな感じでした。失敗したビーフシチューを復活させようと思い、1日置いた状態にするために一度
冷たく冷やします。それで私は困ったことを相談に、お肉屋さんに相談に行ってきました。そしたらお肉屋さんが牛こまを焼いて入れなさいってことなので、これを焼いて入れます。こういう包みに入れてくれるお店もだいぶ減ってきて、ちょっとこれで焼いて、ラードで焼いてこの中に入れようと思います。そうしたら火をつけてお肉を焼きましょう。こういう鉄の鍋の時は真ん中が、ここがね、思いっきり火強くしちゃうとここがだけが熱くなって、ここの中心が熱くなるってことがあるので、弱火でまずじわじわ真ん中を温めます。その間にお肉を取り出して、今帰ってきたとこ、もうやっちゃったと思って、失敗して困った時はお肉屋さんに聞くといいですよ。信頼のおけるお肉屋さん。私はすぐお肉屋さんに駆け込みます。でお悩みを聞いてもらって、今日はすね肉を煮たんだけどあんまり美味しくなかったのってちゃんと言ったんです。そしたら、もう煮込んでもしょうがないからことなので焼きます。もうね、食べおいしい。まだ口の中全部がそうじゃないんです。ほら、意味はわかんないんですけどね。そう、これをね、つけます。バラだからもうやめとこ。取るから。で、こうしていただき物の赤ワイン、いいやつみたいだけど私は家で飲まないから、どうやって開けるの？やべ、開けられない。開けるのがない。開ける道具がない。あった。肉いい感じでしょうか。一回切ったね。これでいいかな。赤ワイン入れようかなと思ったけどいいや。でこのぐらいになったら1日置いたシチューみたいになっている、1日置いたコクが出るんですよね。チョコレート入れる人もいるけど、私チョコレート入れるの嫌だ。なのでこれを、このお肉をここにまた沸かし直して、よし、ドバッと入れます。赤ワインと思ったけど、おじさんもそんな赤ワインなんて言ってなかったから、また余計なことやると赤ワイン臭くて娘が食べられなかったり、そんなことが考えつく、思い浮かぶ、なんていうこういう時、考えつく、違う、思い浮かばれるので、こんな感じ。1日経っちゃってるから。そうそう、お水をジャッと入れるよりも、このお肉の油を少し焼いた時のこれを少しいただいてくる感じで、こうして少しラードを溶かしてね。でブクブクいってるでしょ。でもこれだとじゃがいもも煮崩れてドロドロでキモいから、はい、ふつふつしてきました。
でこれをうまみがついたフライパンをこうやってフライパンのお汁ごと入れて、また一煮立ちすれば、ほんとじゃん。ちょっと見た目ハヤシライスっぽいけど、この硬いすね肉がだしとしてうまくいきそう。きっと味もいいはず。そんな感じでした。では失敗をうまくいく作戦、お肉屋さんから聞いてきました。さて、うまくできるでしょうか。でも娘が帰ってくるから食べるシーンはまた今度、また明日の朝、いや朝のご飯に出します。では皆さん、さようなら。